はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ今度はね、暗黒クエー罪のお話ですかね。韓国サムスン、やんやややややや。まあ、サムスン、韓国経済イコールこのサムスンなんで、まあ、サムスンが積んだら韓国も積むっていう話はね、もうあなたも知ってると思いますが、もうなんかね、日本でいうたい焼き、向こうでは船焼きだったっけ。まあ、これもさっきのね、このなんか日本のこのパクった劣化コピーの一個だと思いますけども、もうそんなね、なんかもう、ジャンクフードにも満たない、ね、お菓子、おやつ、いや別にそんな高級品でもなんでもないですよね。別にたい焼きディスってるつもりはないですよ。ね、向こうのは船焼きなんで、たい焼きの劣化コピーですから。そんなものすらもうね、食べる余裕がなくなるっていう、そういうね、しんどい話ですかね。さあ、大変だ。どうしようかな。船焼きの話にします。それともこのサムスンの話にしましょうか。まあ、一応サムスンから見ていこうかな。でもこれはもう、だってずっと、とりあえずこの韓国経済、ね、この韓国のこの経済崩壊ネタって中国のこの経済崩壊ネタと一緒で、ね、もう5年10年レベルじゃないですよね。もうだいぶ昔からずっと延々言われているんで、まあ正直ね、またかっていう気がしなくもないんですけども、例えば今回のは、9月時点で、まあもう税収ですかね。なんだろう。まあ国の収入ですよね。ないと。ないと。だからないんだと。他に言いようないんで。そんなことあり得るのってちょっと疑っちゃいますけど、ないんだって。だからまたサムスンにでも借りるしかないのかな。なんかもう国家、このまあでもあれですよね。我々日本国民にとっちゃもう迷惑な話でしかないですけど、仮に韓国がこうやってね、ドストレートにというか、思いっきりもうつんのめってずっこけて、ね、この鼻から血垂らしながら、ね、収入が何だっつったって、どうせ日本がケツ吹くんだから、なんかな、この辺のこのね、この関係だってさ、もうどう考えてもおかしいんだよな。なんか国税がね、この51兆ショートだって。それでもほら、致命傷らしいからさ。ね、致命傷で済んだっつって。でも結局あれですよ。ね、最悪この、例えば日本のこのツボスワップだってあるしさ。ね、どうなのあれ、結局、なんか一回このスワップっていう話が出て、ね、そこで注目されたけど、その後何にも出てこないじゃん。日本側からも韓国側からも。たまたま僕が取り上げていないというか見逃しただけかもしれないですけど、もう結構あれですよ、毎日この韓国絡みのこのニュースは幅広く、ざーっとですけど、細かく一個ずつ中身確認するのはこれ取り上げようっつってピックアップしたやつだけですけども、その中にね、この新たなこのスワップのこの続報みたいなの、だからなんていうの、この限度、枠を広げるとかさ、ね、規模を拡大するとか、この期間延長するみたいな、そういう話が何にも出てこないんだよね。だからなんかある意味この不気味なというかさ、まあそれはいいんですけど、とりあえずなんかこの、韓国の企画財政部がね、23年9月の国税収入の現状とやらをなんか公表したらしいんですけども、25兆ウォン、前年同月比、3.3兆ウォンへこましたのかな。で、9月、当月が25、累計だと266.6兆ウォン、前年同月比、51兆ウォン、少ないんですよ、前の年と比べてね。23年9月当月の国税収入が25兆ウォンで、去年と比べて3.3兆ウォン減っちゃってますよと。所得税が、不動産取引の萎縮などによるこの譲渡所得税減少などで、まあ、0.3、だから3000億、0.3兆円減少したってことなんですよね。で、土地売買取引量、まあ、これはいいか。
法人税が、23年、上半期の、企業営業利、にはなんか利益不振による中間、なんていうのかな、4分の減少等で、3.6兆ウォン減ったっていう、なんかちょっと何のこっちゃよくわかんないけど、減って、増えてはいない。減ってばっかってことですよね。だから23年のね、この国税収入が落ち込んで、韓国政府の財政がピンチなんだと。で、前年比、対前年比、約60兆ウォン、ショートすると、そういう予測らしいんですが、この60兆ウォンっていうのが、60だっけ ?50 じゃなかったっけ。まあいいか。23年度予算が、これ確か約640兆、だからもうほとんど1割近くですよね。で、この50兆とか60兆とかっていうこのショートで済むのかっていうことですよね。韓国はほら、ね、韓国統計っつったらどういう統計でしたっけ？信用信頼、確かな統計でしたっけ？データとして。価値あるデータになってましたっけ？なってないよね。で、当然、このいじって、ね、小細工した上での数字がこんなもんなんでね。だから9月、今度累計ですかね。累計のこの国税収入と現況っていう話ですかね。これもなんか、減ったしか書いてないんですけども、ちょっとなんかね、読みにくいんでこの割愛しますけども、9月累計の国税収入が266.6兆ウォンで、これが去年と比べると、約60兆、50.9 兆だから、そうですね、約60で合ってますよね。60兆ウォン、マイナスってことなんですよね。だから9月の時点で、累計でこの51兆ウォンがショートしてるってことなんだよね。だから3四半期で、マイナス51兆ウォンだから、単純計算で1四半期のマイナスが17ぐらい。あと1四半期残ってるんで、これを、足すと大体、ね、マイナス68だ、約マイナス70兆ウォン。60兆ウォンで済むのかっていう話ですよね。年間でね、累計でね。済むか済まないか、はっきり言ってどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども。法人税のね、減り具合が、なんかポイントなんだって。1月から9月累計で、22年が 95.7 兆ウォン、23年が 71.9 兆ウォン、だからマイナス 24.9%、4分の1ほど減っていると。これはちょっと減少幅としてはでかすぎると。これ何言ってるかっていうと、韓国企業が全然儲かってないってことですよね。法人税だから。みんなチキン屋に逃げたってことなのかな。それはともかく、法人税が4分の1消失したってことはそういうことですよね。だから韓国企業がもう儲かってないとこだらけだっていうことですよね。だから企画財政部の予測、約60兆ウォンショートするが、もし大外れだった場合は、韓国政府はね、その分の資金をどっかから調達しなきゃいけないんですけども、そこで出てくるのが、壺スワップっていう最悪ですよね。いいんですよ。韓国がどんだけね、どっち向いてなんかどう転がってってどういう決着、迎えようが、もう正直言っても知ったこっちゃないんで、関係ないじゃないですか。ね。本来は関係ないはずなんですけども、毎回なんかやらかすたびに、ね、普段このね、このブイブイ日本にこのなんか唾吐きながら殴りつけてこの喧嘩売り続けてやがるくせに。でも財布の中身がちょっと怪しくなってくるともうすぐこれですよ。ここをね、どうにかね、この変えたいんだよね。だって結局はこの隣国だろうが他国なんで、ね、自分の足で立って自分の足で歩いていけばいいだけの話なんだから、よそはよそ、ね、うちはうち、残念ながらね、この日本ってこの韓国のもうどこまでもケツ拭いていくんだよね。やめてもらいたい、本当に。何のためにって。我々日本国民にとって何のメリットもねえんだけど。だからここをどうにかしないと、ね、結局は、だからほら、綺麗事っていうか建前じゃないですけども、ね、
韓国のためにもならないんだから。ずーっとなんかあったらね、だから勘違いしっぱなしじゃん。結局なんかあったら日本がなんとか、ね、日本になんとかさせりゃいいや、みたいな。それやっぱ間違いですからね。なかなかな。それは船焼きも食えなくなるわさ。まあ日本でいうたい焼きみたいなお菓子なんですけども。ちょっとこれ後半サロンでみようかな。今回は以上です。